はいどうも、キスケです。今回は限定 S ランクキャラクター、シンク、性能解説やっていきます。シンクは光のキャラクターで、暴走形態に変身して敵を殲滅するメインアタッカーです。通常攻撃やバイレールスキルでゲージを貯め、EX レール集結で暴走形態に変身。暴走形態で暴れ回って集結をもう一度発動して終了と。他にも細々した特徴はありますが、ローテーションはシンプルです。今回はそんなシンクの使い方、性能、おすすめの凸、おすすめパーティーなど分かりやすく解説していきます。よければ最後まで見てってください。このパーティーでシンクを使ってますみたいなのがあればコメント欄で教えてくださいね。それでは行きましょう。それではシンクの性能解説をやっていきます。まずシンクを使う上で大事なのが通常形態と暴走形態。通常形態で攻撃して反逆の闘志というゲージを貯める。貯めたゲージを使用して暴走形態に入る。ここでいう反逆の闘志というゲージは EX レール集結のことですよね。名前が変わっただけです。基本無凸のシンクだと通常形態で火力を出すのは厳しいですから、通常形態はあくまでも準備時間で暴走形態から本領発揮。これだけは覚えておきましょう。それではどうやってゲージを貯めていくのか。まずは通常攻撃。通常攻撃は最大5段、敵に光のダメージを与え反逆の闘志をチャージします。通常攻撃を全て出し切ると反逆の闘志を18獲得できて、暴走状態に必要な反逆の闘志は60です。なので通常攻撃だけで貯めるならだいたい3ループプラス3段目発動くらいで満タンになります。特徴としてはシンクの通常攻撃には派生攻撃が存在していて、通常攻撃の3段目、4段目、5段目いずれかで通常ボタンを長押しすると派生攻撃を発動できます。少し地味で分かりにくいんですが、シャシャシャっと3、4回蹴りを入れてるのが分かりますかね。これが派生攻撃です。で、この派生攻撃を発動した後は通常攻撃の4段目につながります。つまり通常攻撃5段目、派生攻撃、4段目5段目、派生攻撃、4段目5段目とループさせることができます。で、問題になってくるのがこの派生攻撃の使い道ですよね。結論から話すとないです。というのも先ほど3ループプラス3段目発動で反逆の闘志が満タンになるというのを話したんですけど、この派生攻撃を絡めても時間も火力もほぼ変わりません。誤差です。どれくらい誤差かというと、派生なしで満タンまで貯めると約14秒、派生ありだと約13秒。ダメージは派生なしで満タンまで貯めた時のトータルダメージを100だとすると派生ありで 100.5、 これぐらいです。しかもこれは敵が動かず最短で済ました場合の話です。そんなことはほぼないですし、普通に回避反撃やバイレールスキルを絡めた方が早いんで正直使わないですね。ただあくまでもこれはコンボルートが開拓されていないこと前提です。今後コンボが開拓されて派生攻撃を絡めた方が断然早いみたいなことになる可能性もありますんでご了承ください。バイレールスキルはシンプルな攻撃。敵に突進しながら光のダメージを与え反逆の闘志をチャージします。反逆の闘志獲得量は5です。特徴らしい特徴はないんですけど、クールタイムが3秒しかありません。で、通常攻撃を全て振り切るとちょうど3秒くらいです。なので開幕バイレールスキル、通常攻撃を5段目まで発動、またバイレールスキルとコンボ中に差し込んであげるのがいいかなと思います。ちなみに通常攻撃のどこにバイレールスキルを差し込んでも通常攻撃は途切れません。通常攻撃の3段目にバイレールスキルを発動すれば次の通常攻撃は4段目からになります。そしてお待ちかね EX レール集結。通常攻撃やバイレールスキルで貯めた反逆の闘志を全て消費し
シンクは13秒間継続する暴走形態に突入します。この状態のシンクは全てのスキルが強化され、圧倒的な火力で敵を殲滅できます。特徴としては、通常形態だと反逆の闘志だったのが、暴走形態だと正気の境目というゲージに変化します。これは強化バイレールスキルを発動するためのゲージです。だいたい通常攻撃を5段ヒットさせると満タンになります。簡単に撃てる割には倍率が高いんで、溜まったら即発動してダメージを稼いでいきましょう。暴走形態中に2回発動できればいいかなといったところです。そして13秒の暴走形態が終了するタイミングで終結ボタンが光ります。この終結ボタンを押すか、継続時間が終了すると自動的に EX レール集結が発動。広範囲に光異能ダメージを与え、通常形態に戻ります。この13秒の暴走形態でどれだけ火力を出せるかが重要になってきます。で、この暴走形態での集結なんですけど、自分で押すより自動的に終わった方がギリギリまで殴れてお得じゃねと思うかもしれませんが、13秒経つ前に集結を発動すると特殊な突進攻撃が発動するんですよね。光ってから最短で集結ボタンを押すと2回ほど突進を発動できます。なので13秒経たずに集結を押してしまったとしても損ではないです。集結が光るまで通常攻撃とバイレールスキルでダメージを出して、集結が光ったら最短で押して突進発動、もう一度押して通常形態に戻るみたいなローテーションで十分なダメージが出ます。簡単ですよね。サポートスキルでは異能連環の重蓄を強化。フィールド上のキャラクターが重蓄を発動すると、控えにいるキャラクターの集結エネルギーもチャージされるようになります。異能連環の重蓄は光異能、総異能、霊異能キャラクターで発動できて、もともと重蓄を発生させたキャラクターのみ集結エネルギーをチャージする効果だったんですけど、チーム内全てのキャラクターがチャージできるようになります。パーティー全体で集結回転率が上がるんで、かなりの恩恵があります。で、この効果にはまだ続きがあって、シンクを操作中に敵を重蓄状態にすると、なんとシンクの攻撃力 400% 分の範囲ダメージを与え、さらに自身の攻撃力を 5% 増加させます。これは持続時間が30秒で最大10層までです。これがめちゃくちゃ強い。重蓄というのは掩体中の敵に創生化がヒットすると集結エネルギーを回復なので、創生化がヒットするたびに 400% 分の範囲ダメージ、さらに攻撃力が最大 50% も上昇するというとんでもない効果です。つまり掩体の持続時間を伸ばせるハソールとか、創生化の攻撃頻度が上がるナナリ、創生種の生成数が増えるジョエンとめちゃくちゃ相性がいいです。ちなみにイロヒも予告番組の情報だと、創生種が消えると即座に一つの創生種を生成するという効果を持っているんで、相性がいいと思います。めちゃくちゃ強いサポートスキルです。もう一つのサポートスキルは、シンクの EX レール集結がボス以外の敵に対して与えるダメージプラス 50% されるというもの。一つ目のスキルと比べてだいぶと控えめな効果ですが、軌道外領域のような雑魚敵がたくさん出てくるステージでは役立ちます。次にキャラ特性。シンクはフィールド上で2秒以上自分から攻撃しないと見切り流眼モードに移行します。体力バーの上にあるこちらのゲージが見切り流眼モードの固有ゲージです。この状態では1秒ごとにスタックを1つ獲得できて、極限回避成功時に追加で1つ獲得、最大8つまで獲得できます。そしてこのスタックが溜まった状態でシンクが敵に攻撃すると、スタック1つにつき 100% 分の追加ダメージを与え、さらに反逆の闘志と連環値を追加で獲得できます。最大の8スタックまで貯めた状態で攻撃すると 800% 分の追加ダメージ、それと反逆の闘志、連環値をちょうど半分獲得できます。
ただこれはね、最大まで貯めるのに8秒かかりますし、控えに戻ったらリセットされますし、無凸状態だと使いどころが限られます。例えばボスによっては空を飛んだり地面に潜ったり攻撃できない時間っていうのがありますよね。そんな時にシンクを表に出してスタックが溜まるのをじっと待ってみたり、戦闘が始まっても敵が出てくるまでラグがあるステージとかで試してみたり、あとは戦闘中じゃなくてもこのスタックは貯められるんで、探索中の雑魚狩りとかは超快適です。言ってしまえば初撃は強いけど後は使わないよねという特性です。ただこの見切り流眼モードは一突することで劇的に使い勝手が良くなります。その効果がこちら。覚醒3を解放するとシンクが控えにいてもスタックが消費されず、さらにスタックが増加していきます。この覚醒効果を解放することでようやくまともに見切り流眼モードを扱えるようになるということですよね。なので一突優先度は高めになってしまいます。というわけで以上がシンクの戦闘性能です。通常攻撃でゲージを貯めて暴走形態でダメージを出す、シンプルな性能ながら強力です。異能連環の強化も最終的な総ダメージがぐんと伸びるものになってますから、しっかりと重蓄を発動させる立ち回りをしていきましょう。しかもシンクは探索性能やシティスキルも優秀です。このまま続けて見ていきましょう。まずはシティスキル。シティスキルはカフェに関するものと麻雀に関するものです。カフェの方では料理の販売価格が増加したり、食材の消費速度が減少します。麻雀に関しては麻雀で使用するシティスタミナが増加します。普段シティスタミナを麻雀で消費している人は効率が上がるということですよね。そして探索性能。この探索性能はシンクが実装する前から話題になってましたよね。なんとシンクは回避ボタンを長押しすることでいつでも暴走形態に変身できます。さらにこの暴走形態だとダッシュの速度、壁登りの速度、ジャンプの飛距離が伸びます。超快適です。その分消費するスタミナ量は多いですが、乗り物を出すまでもない距離とか、建物伝いで目的地に行けたりとか、かゆいところに手が届く一番欲しかった探索性能ですよ。ちなみにこの状態で滑空することもできます。かっこいいよね。こっからはシンクの育成解説をやっていきます。まずスキル育成優先度なんですが、 EX レール集結が最優先。時点でバイレールスキルと通常攻撃が同じくらい。時点でサポートスキルです。とは言ってもシンクはメインアタッカーなんで、前半3つはがっつりと育成しちゃいましょう。通常攻撃はゲージを貯めるためにたくさん使えますし、バイレールスキルもクールタイムが3秒ということもあって頻繁に使えます。集結に関してはシンクのメインとなるダメージ源なんで最優先です。続いておすすめ小判について。最適はモチーフ小判の赤き蜃気楼。時点でカオスのモチーフ小判オムニデザイア。時点で凶暴な綿。時点でいつかは終わるです。赤き蜃気楼は攻撃力とクリティカル率アップ。さらに装備者が EX レール集結を発動すると光のダメージが増加し、与えるダメージが敵の防御力を一定数無視するようになります。EX レール集結でダメージを出したいシンクに最適です。余裕があるなら検討しましょう。おすすめギアは失われた光が最適。2セット効果で光のダメージプラス 10%、 4セット効果で装備者が EX レール集結を発動後与えるダメージが防御力を 25% 無視するようになります。おすすめメインステータスはクリティカル率またはクリティカルダメージ。時点で光のダメージ、時点で攻撃力パーセント。サブステータスはクリティカル率またはクリティカルダメージ、時点で攻撃力パーセント、時点で汎用ダメージです。それではシンクを使ったおすすめパーティーを見ていきます。最適編成はシンクの重蓄強化を最大限発揮するパーティー。シンク、主人公、ナナリ、ハソールです。ハソールが
延滞の持続時間を伸ばすことで重蓄の受付時間が増えます。さらに7里を採用することで創生の攻撃頻度が上昇、重蓄をガンガン発生させていけます。主人公は即時連環ですよね。異能連環を発動したいパーティーにはなくてはならない存在です。で、このパーティーはシンクを一突して控えでも見切り龍眼のスタックを貯められるなら、貯めている間7里で殴ることもできます。ダブルアタッカー編成みたいな感じで動けるということですよね。入れ替え候補としては助演、ほとり、イロヒです。7里の枠を助演やイロヒに変えて主人公の枠をほとりに入れ替えます。イロヒはまだ実装されていないんですけど、まず属性の相性がいいというのと、イロヒのサポートスキルで創生種が消えた時に追加で1つ創生種を生成することが判明しています。そもそもヒーラー兼バッファーとして実装されますから、さすがに相性がいいだろうという予想です。最後に無課金パーティー、シンク、主人公、ミンとエイです。同じ属性のキャラクターなら好きに入れ替えてもらっても構いません。無課金パーティーに関しても基本的にシンクがダメージを出していくんで普通に強いですし、エイはハソールと同様延滞を強化してくれます。延滞中の敵にエイのスキルでロックオンすると再度延滞を付与できます。疑似的に延滞の時間を延ばせるということですよね。なのでハソールを持っていないならエイを採用しましょう。それではシンクを使って実戦の方をやっていきましょう。まずはハソールで延滞発動。各キャラクターの集結はバンバン使っていきます。もったいないんでね。で、ここで主人公の集結プラス即時連環、7里の集結プラスバイレールスキルを発動してからシンクに交代していきましょう。さあ、暴走形態。ここでのダメージは暴走形態プラス延滞中に創生下の攻撃が当たってるんで 400% 分の追加ダメージが発生している状態です。暴走プラス追加攻撃、とんでもない DPS になってます。で、この後は先ほどと同じようにじゅんぐりじゅんぐり回していきましょう。ハソールに交代して延滞、集結が当然溜まってるんで集結、主人公の即時連環で7里に交代、集結溜まってるんで集結でシンクに交代と。このタイミングだと集結スキルが溜まってなくて通常攻撃を振ることになるんですけど、その間は 400% 分の追加ダメージが、代わりにダメージを出してくれるっていう、そういう感じになります。それでは覚醒効果とおすすめ覚醒を解説していきます。まず覚醒1、シンクが与えるダメージは敵の防御力を 12% 無視するようになります。シンプルに火力が上がる効果です。続いて覚醒2、 EX レール集結が命中した時、敵の光のダメージ耐性を 10% 減少させます。これは20秒間継続するんで、後続の主人公とかほとりの火力も少し上がることになりますよね。続いて覚醒3、キャラクターを交代しても見切り龍眼モードが解除されず、シンクが控えにいる間もスタックを獲得するようになります。これがやっぱ強いね。シンクがダメージを出し終わったら控えに戻して主人公の即時連環、ハソールで延滞、7里で集結とバイレールスキルを発動。これである程度時間は稼げますから、敵の目の前で8秒間じっと待つ必要がなくなります。続いて覚醒4、見切り龍眼モードで獲得できるスタックが16へ増加。16スタック貯めた状態で攻撃すると敵をノックバックさせ一定時間行動不能、さらに 20% 分の追加ダメージが発生します。こちらも非常に強力な効果ですが、覚醒3を解放していないと使い物になりません。16スタック貯めるということは16秒間攻撃できない状態が続きますからね。現実的ではないです。実際は敵の攻撃を極限回避すればもう少し早く溜まるんですけど、それでも厳しいと思います。探索中とかやったら使えるんやけどね。
覚醒3を解放してシンクが控えにいてもスタックを貯めれるようにしてから覚醒4を解放するようにしましょう。続いて覚醒5。シンクが暴走状態中、防御力と中断耐性が 50% 増加し、バイレールスキルを発動した後、シンクの基礎攻撃力 ×300% に相当する HP を回復します。暴走状態でゴリ押しができるようになるということです。最後に覚醒6。シンクのバイレールスキルと EX レール集結のダメージ倍率が 30% 増加。さらにバイレールスキルと EX レール集結は範囲内の敵を引き寄せます。火力アッププラス集敵が可能になるんでめちゃくちゃ強いです。そしてシンクを3突すると各スキルのレベルプラス1、さらに暴走状態中の余ダメージがプラス 30%、貫突するとシンクの会心率プラス 10%、さらに与えるダメージが敵の防御力を 15% 無視するようになります。どちらもかなり強い効果です。おすすめ覚醒効果に関しては、覚醒3、時点で覚醒6、時点で覚醒4、時点で覚醒1、時点で覚醒2、時点で覚醒5です。覚醒3はシンクの使用感がガラッと変わるんでおすすめです。スタックを8貯めてから攻撃すれば追加ダメージと反撃の投資を半分貯められますから、火力の低い通常攻撃をあまり振らなくても良くなるというのはメリットです。覚醒6に関してもメインのダメージ源である集結ダメージが増加しますし、集敵までついてきますから、軌道外領域のような雑魚敵が出てくるコンテンツで大活躍します。覚醒効果が分かったところで、モチーフ小判か1凸かどちらを優先すべきかを解説します。結論から言うと1凸、覚醒3を取るのがおすすめです。モチーフ小判も非常に強力なんですが、凶暴な綿とかカオスのモチーフとか A ランク小判にも代用小判があって、そこそこ替えが利きます。それに反して1凸は使用感が全然変わるんでね、控えにいても見切り龍眼のスタックがたまるというのは破格ですし、スタック消費で貯めた反逆の投資がある分、集結の回転率や最終的な DPS が上がります。正直もともとこの効果を内蔵しておいてくれよと思ってしまうほどです。以上のことを踏まえて検討してみてください。それでは最後にシンクを使ってみての感想、強み弱み、どんな人におすすめかを話していきます。まず強みとしては、暴走形態による殲滅力、これですよね。通常攻撃やバイレールスキルでゲージを貯めないといけないというのは弱点なんですが、貯めた時の恩恵がでかすぎます。で、この火力の低い通常形態はサポートスキルで補ってくれます。シンクが表に出てゲージを貯めている間、しっかりと重蓄を発生させていれば 400% 分の追加ダメージがバンバン出ますからね。多分それ込みでシンクは設計されている気がします。なので重蓄の発生は必須です。演出も派手でかっこいいしね、使っていて超楽しいキャラクターです。そして将来性があるということ。将来性といっても次に実装するイロヒなんですけどね。イロヒが実装することでシンクがさらに化けるかもしれません。すでに創生を強化することは判明していますし、属性相性もいいんで噛み合わないなんてことはないはずです。しっかりとシンクをサポートできる性能ならなおよしです。シンクを引いた人はイロヒも視野に入れておきましょう。次に探索性能が超便利。足も速いし登るのも速いし、ジャンプも飛距離があるし、一度シンクで探索してしまうと戻れなくなります。バイクを出すまでもない距離や目的地まで壁や建物を突っ切った方が早い場所とかね。そんな時にシンクの探索性能は活躍します。本当個人的に今までで一番欲しかった能力です。日々の探索が快適すぎます。逆に弱みとしては凸依存度が高いということでしょうか。凸をするかしないかで使い勝手が変わる覚醒効果がいくつもあります。これは正直弱点ですかね。ただ現状無凸だからクリアできないコンテンツってないですよね。
なので個人的にはそこまで気にする必要はないのかなと思ってるんですけど、その分新しいメインアタッカーが実装されたらすぐにシンクが廃れてしまうんじゃないかという心配はわかります。ここはもう運営のキャラ調整を信じるしかないと思います。以上のことを踏まえてどんな人におすすめなのか。まずシンクが推しだという人、これは確実でしょう。メインアタッカーということで戦闘中に眺める時間も増えますし、何よりコスチュームが豊富で超可愛い。実装前から話題になっていたキャラクターですからファンも多いことでしょう。次にイロヒを引くつもりの人、そんな人にもおすすめしたいですね。属性相性も良くてサポートスキルも噛み合ってて、現状シンクのパーティーにはいないヒーラー兼バッファーとして採用できるでしょうから、シンクをより強く使うことができます。まあ初の限定サポーターは引いとけと相場は決まってますからね。シンクもセットで引いておきましょう。最後に普段の探索を快適にしたい人、やはりあらゆる移動が速いというのは想像以上に快適です。見切り竜眼のスタックが戦闘中じゃなくてもたまる仕様なんで、雑魚狩りも快適ですし、本当シンク以外で探索するのが考えられなくなるほど楽です。普段から素材のために雑魚狩りしてますとか、毎週きちんと金庫を開けに行ってますとか、そんな人は引くべきです。以上のことを踏まえて引くか引かないか検討してみてください。いかがだったでしょうか。今回は限定 S ランクキャラクターシンク性能解説でした。暴走形態での戦闘が爽快すぎてめちゃくちゃ楽しいですよ。次に実装するイロヒとも相性が良さそうですし、まだまだ伸びしろもありそうです。イロヒの実装も待ちきれないですよね。皆さんはシンクの性能に関してどう感じましたか。よければコメント欄で教えてください。このチャンネルではこれからもNTE に関する動画を上げていきます。この動画が良かったなと思った方は高評価で応援、チャンネル登録していただけると嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。さよなら。